こんにちは、こんばんは。エンジン太郎です。今回は、バイクいじりをする人なら一度は憧れるリフトを作ってみました。素人工作なので、あまり参考にはなりませんが、見ていただければありがたいです。これが今回制作するのに使った設計図ですが、途中で変更などがあって、あまり参考にはならないかもしれません。まずは材料の切り出しをしていきますが、数が多いので大変です。最初はガチャノコでやったのですが、肉の薄いパイプものはあまり得意ではないようです。やっと材料が切り終わりました。結構数があります。稼働させる4本の柱は端を処理しておきます。削るだけでもいいのですが、一応板を張ってみます。今回はフィグではなくアークメインで進めていきます。あまり綺麗ではありませんが、なんとかくっつきました。アーク溶接は難しいです。図面を確認しながら毛書きをしていきます。毛書きとポンチが終わったらセンタードリルで下穴を開けておきます。センタードリルで開けた穴をガイドに、ホルソーで穴を拡大していきます。今開けている場所は 21.7 ミリの穴が欲しいのですが、使っているホルソーは 21.5 ミリ。開く穴は22ミリぐらいです。ホルソーは一般的なドリルに比べるとあまり精度が良くありません。ほとんどの場合で穴は少し大きめに開きます。穴は大きさを変えながら合計26個必要になります。先ほどホルソーで開けた穴に入れるパイプを切り出していきます。肉が厚いのでガチャノコの方が便利です。
ガチャの子はこの一生懸命切ってるという感じがいいですね。パイプの切り出しとこの後必要になるフラットバーの切り出しも終わらせておきました。先ほど切ったパイプを旋盤で丹念に整えておきます。この時、電長も揃えますが、そんなに厳しい程度ではないので、大体で大丈夫。数が多いので内職をやってるような気分になってしまいます。ホルソーで開けた穴とパイプを溶接していきます。昔に比べて随分ティグも上手くなったと思います。これでアークがもっとうまくいけば完璧ですね。動画を撮り忘れてしまいましたが、これがベアリング用のシャフトです。ベアリング用のシャフトを柱となるフレームに溶接していきます。細かい部品の溶接が終わったので、全体の組み立てを始めていきます。今組み立てようとしているのは、下の土台となるフレームです。こういう大きいものはジグを使っての固定ができないので、あまり得意ではありません。とにかくいろんな方法を駆使しながら固定をしっかりしていきます。固定が終わったら仮付けの溶接をしていきます。四隅の仮付けが終わったら一度寸法を測って微調整をします。微調整が終わったら中央付近の横フレームを固定していきます。残りの部品もどんどん取り付けていきます。これで下側のフレームは完成ですが、後で一部やり直すことになります。上側のフレームの組み立てを始めていきます。容量は基本的に下側の時と同じです。
車輪を入れるための切り欠きを作っていきます。柱となる部分はボルトを通しながら仮付けをしていきます。アーク溶接は難しいですが、とても楽しい作業ですね。下向きはうまくいく時が多いのですが、隅向きがなかなか難しいです。主要部品の仮付けが終わったので、一度組み立てて全体の動きをチェックします。特に動きに問題はなさそうなので、次の作業を進めていきます。引きラムを固定するプレートを取り付けていきます。ここはアークで付ける自信がなかったので、器具を使います。この段階でもう本溶接は大体終わっています。あと下側のレールの部分を一部修正が必要だったので付け直しました。この後安全装置を作る前に、一度組み立て手順のチェックと動作チェックを進めていきます。本溶接をしたら溶接の熱で少し歪んでしまったみたいで、組み立てが少し大変になりました。個人的な見解ですが、このような大きいものを作るときには、あまりクリアランスをタイトにしすぎない方が良さそうですね。油圧の引きラムもつなげたので、ポンプを取り付けて動作チェックを進めていきます。いい感じで上がっていきますね。この時はもう成功間違いなしだと思っていました。予定通りテーブルは80センチの高さまで上昇できました。ここからはリフトに必要になる安全装置を作っていきます。
リフトの高さは40センチ、60センチ、80センチで固定できるようにしておきます。ちなみに一番下げた時にはだいたい20センチです。ストッパーを取り付ける部分にマジックで線を引いておきます。ストッパーはこんな感じの平行四辺形の形にしていきます。このストッパーを先ほどマジックで引いた線に合わせて取り付けていきます。ストッパーはうまく機能しているみたいです。今ここで60センチ。これで80センチです。ストッパーの解除機構を作ったのでテストをしていきます。設計が良くないせいか、スタートは急に上がってしまいます。上に荷物が乗っていれば大丈夫かもしれません。塗装の前に一度分解して並べてみました。塗装はペンキで刷毛塗りです。垂れてもムラになっても気にせずガンガン塗っていきます。個人的にはこの工場っぽいライトグリーンは大好きですね。塗装も終わったので本組み立てに入っていきます。足となる部分に高さ調節用のボルトを6本つけています。ここで早くも組み立て間違いがあります。表裏逆になっています。間違いに気がつかないまま組み立ては進んでいきます。ここで気がついたのでまた分解しました。
やっぱりこの動作が気になりますね。最後にバルブを緩めて圧を抜けば完全にロックされます。天板を貼って大体完成です。最初は天板も鉄にしようかと思ったのですが、予算の都合で諦めました。とりあえず V ツインカブを乗せて動作チェックをしてみます。上がりません。これはまずいですね。いくらポンプを動かしても上がっていく気配が全くありません。もう一度設計図を確認して再計算したところ、2トンの引きラムでは全く足りていませんでした。最終的には引きラムを2トンから10トンに増やし、力点位置を微妙にずらしました。これで理論上は500キロ以上まで上がることになっていますが、どうなるかはわかりません。自分が必要とする持ち上げ能力は200キロ程度までなので十分だと思います。2トンの時ほどではないにせよ、やっぱ最初が急に落ちますね。でもこのぐらいなら許容範囲だと思います。ただ上に行くに従ってどんどん移動量が減っていくので、ポンプの回数が多くなり、非常に疲れます。いずれ予算ができたら、ポンプは電動化して楽をしたいです。それまではこのポンプを改造して足踏みポンプにしようかと思っています。今回はテストなので、フロントを固定する部品を作ってませんが、今後作る予定です。でもしばらくはバイクを上げる予定がないので、このまんまだと思います。下げるときはロックを解除するために一度リフトを少し持ち上げます。そして横につけたロック解除レバーを起こしてストッパーを外します。あとはゆっくりバルブを開けば下がっていきます。80センチ上がると下回りの作業がとてもやりやすそうです。かなり頑丈でぐらつきもないので、今後は作業台としても使えそうです。これがロック機構の完成形になります。ロックを解除するときはリフトを少し持ち上げます。持ち上がったところでロック解除レバーを起こせば、ロック解除可能です。あとはゆっくりリフトを下ろしていけば、ロックバーは解除の状態のまま降りていきます。リフトが下まで行くと、レバーは自動的にロックの位置に戻っていきます。こういう道具は今は中国製の安いものがたくさん出回っていますので、あまり作ることをお勧めはしません。でも自分は作ることを楽しめたので、これで成功だと思います。ご視聴ありがとうございました。